丸かいいの太一です。本日はですね、9ヶ月で15分10秒から14分15秒までいいのが伸ばした練習の組み立て方についてお伝えしたいと思います。これを見ればですね、明日から練習に活かせる内容となっておりますので、ぜひ一緒に成長していきましょう。タイチャンネル。ではですね、万年 C チームで故障者ランナーのいいのが社会人で14分15まで伸ばした理由なんですが、練習の順番を変えたことです。ここを変えたことによって、今までバラバラだった練習が全部繋がって結果が出るようになったんですね。タイチャンネル。練習の順番を考えるということは、練習をその日のメニュー、単体で見るのではなく、試合から逆算して、積み上げで考えるということになります。練習メニューをその日のメニュー、単体で考えてしまうと、例えば、1000のインターバルがいい、ペース走がいい、ロング走がいい、坂ダッシュがいい。もちろん、どれもいい練習です。しかし、それをなんとなく入れてしまってると、ただバラバラなブロックを置いてしまってることになってるんですよ。そのバラバラに練習してしまうと。なので、一個一個はですね、いい練習なのに、順番がバラバラなので、積み上げにくいんですね、練習が。どういうことかというと、頑張ってるのに伸びない。練習してるのに結果につながらない。疲労だけが溜まってしまう。そういう風な状態に陥ってしまうんですね。しかし、試合逆算、線で考える、あとは積み上げで考えるっていう考え方ができるようになってくると、同じ練習でも意味合いが全く変わってきます。1000のインターバルをやるにしても、今は有酸素の期間だからクルーズインターバルにしよう。理科を短くしてタイム設定も落として取り組む。そして、本数も増やして、継続時間を増やした練習にしよう。で、対して、今は無酸素練習の期間だから、有酸素に時期に比べてタイム設定を少し上げよう。で、理科も少し、伸ばして、完全回復しないぐらいで取り組もう。で、本数は減らそう。このようにですね、一つの練習をとっても、いつ、何のために、次にどうつなげるかまでしっかり考えられるようになります。そうするとですね、練習がバラバラではなくなって、点の練習が線でつながるようになっています。はい。で、先ほど言った点でやってしまうとバラバラなブロックがね、散らばってしまうんですけど、今みたいな考え方ができると、ブロックが積み上がるように、練習が成果にね、繋がっていきやすいんですよ。積み上がってもいきやすいんですよ。タイチャンネル。では、いいのが5000メートルを15分10秒から14分15秒まで伸ばしたとき、どんな順番で練習を組み立てていたのか、紹介させていただきます。大きく分けると練習の流れはこの4つです。1つ目が有酸素ヒル、基礎の期間です。2つ目がスピード無酸素の期間です。3つ目が、コーディネーションの期間。4つ目が調整の期間となっております。言葉を聞くとですね、少し難しく感じるかもしれませんが、すごくシンプルで、イメージは家作りです。まず、土台作りをします。有酸素と基礎で土台作りをします。次に、柱を立てる。ヒルで柱を立てて、そこを強くしていくというようなイメージですね。で、その上に、その土台と柱の上に屋根を乗せますよね。この屋根がスピード練習、無酸素練習ですね。で、レースに必要な速さを土台の上に乗せていきます。そして、内装や壁を作るんですけど、これがノーコーディネーションという期間で、各能力をここで繋ぎ合わせます。外壁だったりとか作ってですね。で、最後に住める状態にするんですが、これは最後に調整してですね、レースに一番いい状態に仕上げるということです。イメージしてもらうとわかると思うんですけど、いきなりスピード練習をばっかりやるのはですね、土台がない家に屋根を乗せるようなものですから、一瞬はいい練習、承認欲求を満たす練習ができるかもしれませんが、積み上がらないです。そして崩れやすい、怪我をしやすい、調子が安定しない、結果がつながりづらいです。逆にですよ、有酸素練習という土台の練習だけやってても、レースで必要なスピードや変化に対応できません。なので、大事なのは全部をやることではなく、必要な期間で、必要な順番で、必要な能力を育てていく、積み上げていくっていうことがすごく大切なんですね。では簡単に4つの期間のそれぞれの役割を説明します。最初に取り組むのが有酸素ヒル、基礎の期間です。この期間の目的は、長く動ける体を作ること。2つ目が、練習に耐えられて吸収できる体を作る期間です。ここで作りたいのは、長く走れる有酸素能力、耐えられる足、崩れにくいフォーム、故障しにくい体、というところですね。この時期に大事なのは、いきなり速く走ることではありません。まず、走れる体を作るっていうことがこの時期の目的です。
ここを飛ばしてしまうと、その後の試合のための練習、それができなくなってしまったり、耐えられなくなってしまったり、練習の吸収率が悪くなります。この期間は土台を作って柱を強化する。地味で淡々としたんですが、ここを抜かしてしまうと、すごく、立派な家が建たない、立派な結果が出ないようになってしまいますので、ここはしっかりやっていきましょう。次にスピード無酸素の期間です。この時期の目的は土台の上にですね、先ほどのやった有酸素の土台の上に、速さと耐えられる力を乗せることです。有酸素の土台ができてから次に必要なスピードを入れていきます。ただし、ここでも大事なのは、ただ速く走ることではないんですね。で、目的としては、神経刺激で速い動きをできるようにする。きついペースに耐えられるようにする。呼吸が上がった状態でもランニングを保てるようにする。レースペースに近い刺激を入れる。こういった刺激、ざっくばらんな刺激をたくさん入れていきます。この時期は家づくりで言うと、先ほども言ったんですけど、土台の上に屋根だったり外の強さを乗せていくようなイメージです。ここで、大切なことを言うんですが、土台があるので、スピード練習が効いてきます。土台があるから、きつい練習も吸収できるようになりますので、この時期はですね、しっかり丁寧にスピード練習だったり、無酸素練習をやるようにしてください。3つ目がコーディネーションの期間です。ここが一番間違えやすいポイントです。この期間の目的は、今まで積み上げてきた各能力を試合で使える形につなげていくということなんですね。しっかりつなげていくということです。で、しっかり有酸素を積み上げてきた。スピードも出せるような体も作ってきた。無酸素の体制もある。でも、試合で噛み合わなければ、結果は出ないんですよね。練習では走れるのに試合では走れない。単発のメニューはできるのにレースになると走れない。スピードはあるのに後半持たない。こういう状態は能力がないのではなくて、能力同士がまだ繋がっていないことが多いです。なので、コーディネーションの時期は、有酸素、スピード、無酸素、フォーム、レース感覚、すべてをしっかりつなげていくような練習をするんですね。なので、この期間は練習で作った個々の能力を試合で使える力に変換させていく期間になります。で、最後が調整の期間です。この期間の目的は疲労を抜きながら試合で一番いい状態を作ることです。ここで大事なのは、ただ休むことではありません。走力を落とさずに疲労を抜く。スピード感を残しながら体を軽くしていく。不安でやりすぎないとかだってですね。あとは自信を持ってスタートラインに立つイメージトレーニングをする。これが調整になりますので、せっかくいい練習を、しっかり積み重ねてきても、最後にやりすぎて疲労を残してしまったら力が出し切れませんので、逆に休みすぎて、動きが鈍くなっても試合で噛み合いませんので、なので、調整はですね、練習の成果を結果に変える最後の仕上げ期間になります。タイチャンネル。この順番で伸びた理由っていうのはですね、練習の目的や狙いが明確になったからです。今は土台を作る期間、速さを乗せる期間、今は能力をつなげる期間、今は仕上げる期間。これが分かると迷いがすごく減ります。周りの人が良さげな練習、すごい練習をしていても、今の自分に必要な練習に集中できます。試合や練習がうまくいかなかった時も、何が足りないのか、それを見つけて修正できるようになるんですね。試合や練習がうまくいかなかった時に、有酸素が足りてないのか、スピードが足りてないのか、ペースレースに慣れてないのか、疲労が抜けていないのか、原因が見えるようになってきます。順番を整えた練習をできると、すべてに意味がある練習と試合になります。それが積み上がっていく形で成長していくんですね。なので、思いつきの練習では絶対に強くならないです。試合から逆算してしっかり積み上げていくようにしましょう。タイチャンネル。はい、じゃあ最後にですね、まとめなんですが、9ヶ月で5000メートルを15分10秒から14分15まで伸ばした練習の組み立て方の全体像のお話をしました。もう一度まとめると、いいのを変えたのは、気合でも根性でも練習量だけではなく、変えたのは練習の順番です。その順番は、一つ目が有酸素、昼、基礎の期間。二つ目がスピード無酸素の期間。三つ目がコーディネーションの期間。四つ目が調整の期間。この4つの流れをしっかり大切にしながら練習を組み立てていくということです。内容を見てもらったらわかると思うんですけど、練習は頑張ったら頑張った分だけいいわけではないんですね。きついことをたくさんやればいいわけではないんですね。大事なのは、今の自分に必要な刺激を必要なタイミングで入れること。そして練習をバラバラにしないで線で繋げていくってことがすごく大切です。
皆さん、今自分がどの時期にあるのか説明できますかね？土台を作る時間なのか、スピードを入れる時間なのか、レースに向けてつなげる時間なのか、調整する時間なのか、ぜひ、今の自分の練習を振り返ってみてください。で、振り返ってですね、しっかり、私じゃあ今有酸素の期間だからちょっと量多めに走ろうとかですね、そういう組み立て方を、そういう思考がですね、できるようになってくると、皆様も爆速成長していけると思いますので、何かありましたらコメント欄に、ぜひ質問をください。次回はですね、最初の期間、有酸素ヒル、基礎の期間について深掘りしていきますね。なぜ最初に有酸素を入れるのか、なぜヒルを入れるのか、なぜ基礎作りを飛ばすと伸びにくいのか、実際どんな練習をするのか、ここをわかりやすく皆様にお伝えしていきます。楽しみにしていてください。今日も長々皆さんお付き合いください。ありがとうございました。次回はですね、先ほども言った有酸素、ヒル、基礎の期間になりますので、ここもですね、皆さんしっかり抑えることで、爆速成長の土台が出来上がりますので、ぜひ、お楽しみにお待ちください。では皆さん、本日もありがとうございました。では、バイバイ。